こんにちは。ゼロから宅建士第19回です。不動産の知識がなくても大丈夫です。前回は債務不履行と解除を学びました。今回のテーマは売買と契約不適合責任です。買ったものに問題があったらどうなるのでしょうか。が主を守る4つの救済を整理します。通知期間や手付けのルールも扱います。まず、今日の全体像を確認します。はじめに、契約不適合責任とは何かを学びます。次に、荷主の4つの救済を整理します。追還請求、代金減額、解除、損害賠償です。そして、通知期間の1年ルールを学びます。最後に、鉄のルールを確認します。数字や要件がよく問われるので、しっかり押さえましょう。はじめに、契約不適合責任とは何かを確認します。これは、引き渡されたものが契約に合わない場合の責任です。以前は貸担保責任と呼ばれていました。2020年の改正で契約不適合責任に変わりました。種類や品質、数量が契約に合わない場合が対象です。権利に問題がある場合も含まれます。契約不適合は債務不履行の一種とされています。だから、買い主はいくつもの手段で対応できます。改正前より、買い主の救済がわかりやすくなりました。まずは、この全体像をつかんでおきましょう。不適合にはいくつかの種類があります。一つ目は、種類や品質の不適合です。例えば、雨漏りする建物を渡した場合です。見た目ではわからない、欠陥もここに含まれます。二つ目は、数量の不適合です。契約より土地の面積が足りない場合などです。三つ目は、権利の不適合です。一部が他人のもので渡せない場合などです。いずれの場合も、我主は救済を求められます。契約不適合があると、元主は4つの手段を持ちます。一つ目は、追還請求です。修理や代わりのものを求めることです。二つ目は、代金減額請求です。不適合の分だけ代金を減らせます。三つ目は、損害賠償の請求です。四つ目は、契約の解除です。この四つを順番に見ていきます。どれを使うかは、買い主が選ぶことができます。まず、追還請求を詳しく見ていきます。追還とは、契約通りに直させることです。修理や代わりのものの引き渡しを求められます。数量が足りなければ、不足分の引き渡しを求めます。追還の方法は、原則、外食が選べます。ただし、売主にも例外があります。買い主の負担が重くならなければ、別の方法でも良いです。例えば、修理より交換の方が簡単な場合です。なお、追還請求に売主の奇跡自由は必要ありません。売主に落ち度がなくても、追還は求められます。次に、代金減額請求です。これは、代金を安くしてもらう手段です。原則は、まず相当の期間を定めて催告します。その間に追還がなければ、減額を求められます。ただし、催告のいらない場合もあります。追還ができない場合や、拒絶が明確な場合です。減額は不適合の割合に応じて決まります。減額は代金の一部を返すのと同じ意味を持ちます。減額請求にも、売主の奇跡自由は必要ありません。続いて、損害賠償と解除です。この二つには大きな違いがあります。損害賠償には、売主の奇跡自由が必要です。売主に責任がなければ、賠償は請求できません。一方、解除に奇跡自由は必要ありません。解除は前回の一般ルールに従います。催告解除と無催告解除がありました。軽い不適合まで解除を認めると酷だからです。不適合が軽微な時は催告解除ができません。
ここで大切な期間のルールがあります。通知期間の1年ルールです。種類や品質の不適合がその対象です。家主は不適合を知った時から1年以内に通知します。この通知をただると救済を受けられなくなります。ここで求められるのは通知だけです。権利の行使まで1年でする必要はありません。不適合がある事実を知らせれば足りるのです。ただし、例外もあります。買主が悪意や重過失なら、この期間は適用されません。買主を特に保護する理由がないからです。通知期間には注意点があります。1年ルールは種類と品質だけのものです。数量の不適合にはこのルールは使いません。権利の不適合にも1年ルールはありません。それらは通常の消滅事項で考えます。時効は知った時から5年が基本です。または引き渡しから10年で完成します。対象が違う点を混同しないようにしましょう。種類、品質だけ1年と覚えておきましょう。最後に手付を学びます。手付とは契約の時にお主が渡すお金です。手付にはいくつかの種類があります。民法では解約手付と推定されます。解約手付は契約を解除できる手付です。特別な理由がなくても解除に使います。相手の債務不履行は必要ありません。つまり、買い主が気が変わっても解除できます。では、どうやって解除するのでしょうか。手付による解除を詳しく見ます。来時から解除するときは、手付を放棄します。買主から解除するときは、倍額を返します。倍返しには、現実の提供が必要です。ただし、解除には期限があります。相手が履行に着手するまでが期限です。自分が着手していても解除はできます。相手がまだ動いていなければ解除できるのです。大切なのは相手が着手したかどうかです。ここで今日のクイズです。正しいものはどれでしょうか？ A は代金減額に奇跡自由がいるです。B は種類、品質は知って1年以内に通知です。C は自分が着手すると解除できないです。少し考えてみてください。正解は B です。種類品質の不適合は1年以内の通知が必要でした。A は誤りで減額に奇跡自由はいりません。C も誤りで基準は相手の着手の方でした。今日のまとめです。契約不適合の救済は4つありました。追還請求、代金減額、解除、損害賠償です。奇跡自由が必要なのは損害賠償だけでした。追還減額解除に奇跡自由は不要でした。種類、品質の不適合は知って1年以内に通知します。手付は解約手付と推定されました。相手の着手までは手付で解除できました。数字と要件を繰り返し確認しておきましょう。次回も権利関係を続けます。第20回のテーマは住権変動です。登記と177条のルールを学びます。第三者との関係がとても大切になります。この動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。